はい。テーブルでいきます。その台2つ3、4。ありがとうございます。お会計はここまでいただきます。はい、唐揚げ定食大盛りやね。お答えてください。本当に美味しい。鶏の唐揚げ定食が一番好きで。めちゃくちゃうまい。皮がパリパリ、中はもちもち。世界丸見えに映った時ぐらい嬉しいよな。そんなにそれぐらい。ランチだけでだいたい100食ぐらい、唐揚げだけで1日あたり鶏肉でいうと30キロぐらい仕込んだやつ置いといて、だいたい24時間漬け込んで柔らかくなって、噛んだ瞬間の食感がジューシーになる。いや、大丈夫です。
中これぐらいの生ぐらいで温度が中上がらないように低い温度で揚げていってほらわかります？時間を置いて余熱できっちり煮やすっていうやつやねんけど。取りました。母親が佐世保出身なんですよ。で子供の頃ずっと長崎の預けられてて、ちゃんぽんとか皿うどんとか売ってる理由って子供の頃僕食べてたから、だからそれが懐かしくて好きやから売ってるっていうで、その時の食べた皿うどんってこんなんやったよねっていうのがどこ食べに行ってもないから、その当時だからこんな麺でこんなぐらいの細さでこのぐらいの食感になるようにって言ってこれ言って。次さ、5 OK。はい、からで大盛りやね。大台でください。前から失礼いたします。お待たせしましたから。はい、大盛りの方は、はい、大台でください。はい、すいません、取れますか。ありがとうございます。どうぞ。すいません、失礼します。塩コショウとタレがあるので使ってください。タレから塩を溶いて小皿でどうぞ。こちらですね。だね。はい、失礼です。ありがとうございます。失礼します。すいません、失礼しました。はい、タレと塩コショウあるんで使ってください。すいません、失礼します。タレと塩コショウあるんですか。はい、2名さん中どうぞ。次1名様の奥から2番目のお席でお願いします。あるからレジ前にしてください。お待たせ。はい。お待たせしました。この後から29ピースあり
てください。定食4、ハーフ3です。全部2種類。おはようございます。ありがと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 うございます。今上がるよ。はーい。3名さんどうぞ。これはライト普通テーブルでいきます。そのライトが3、4番開けてください。4番。はい、唐揚げ定食大盛りやね。お答えてください。もうまどろっこしくなくてすごい食べやすくて体力つけたいなっていう時は絶対ここに来てもうパンいつも回ってますね。そうなの。本当に美味しい。いろいろあるんですけど鶏の唐揚げ定食が一番好きで。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいです。ボリューム満点で。二日酔いなんで。あ、ちょうど。ちょうどいい。唐揚げめっちゃ美味しいね。唐揚げ美味しいですね。唐揚げめっちゃ美味しいです。唐揚げとちゃんぽんと合わせて。最高っす。欲張りなんで。サラダに。2番。ははい、そうしました。お願いします。ありがとうございます。お気に入り。カニ春巻き。はーい。春巻きでこれよ。ここで止めてください。同様テーブル4が。はい、さあ。すみません、前から失礼します。またすみません。大盛りですね。はい、失礼します。お答えてください。めちゃくちゃうまいです。最高。最高すぎます。泡がやっぱり中はお手持ち。ここのからしとね、唐揚げのタレ、べっちゃべちゃにつけるのがうまい。はい、
は出てないね。3やで。15。春からが4番。全部テーブルです。はーい。ある程度上がるよ。はい、それ。ここにいっぱいついてなかった買い物してくれたら、さん。押してない。押してない。押して。4分。3分半ぐらいでいいと思う。4分はすると。ちょっと待って。あれ、春巻き。失礼します。重たいのでお気をつけくださいね。ご飯ないで出すの？あ、出してない。あ、ご飯。はい、後半形入れて。はい、わかります。ちょっと待ってください。ビース開けるよ。あ、これは殻が上がる。これだよ。このまま続けて皿をね。はい。これ開けるよ。こっちの唐揚げやね。ボール回しましょう。
13ピースね。待つ。ありがとうございます。お会計はここまでいただきます。ありがとう。どうも大変お待たせしました。これ買い直して帰ってるしよ。
空手5サラド1あげてください。空手5サラド1。創業で言うたら60年ぐらい。うちのおじいさんの代の時から太陽軒っていうのがあって、その当時は屋台でラーメンを引っ張ってる。でうちの親父の代で庄内って豊中の方ので中華屋さんやりまして、でそこの僕息子で生まれて、僕が高校行ってなかったからこっち側でお店しようっていうことで、お前一緒に手伝いということでこっちで一緒にお店出したのが17歳の時で、そこから今に至る。っていうのもないけどうまいわ。卵の締め具合が最後に卵とったの上に入れるんですけど、その締め具合が絶妙に仕上げるから一人に締めるので、そこを
ほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。はいどうぞ。営業中はもう一人なんでバタバタしちゃうの嫌なんで、もう全部炊く分に分けて、もう入れたらいいようにこういう感じで全部分けてるんです。米洗ってっていうのを営業中にやってるともう回らなくなるんで。炊飯器3台使われるんですね。そうなんですよ。これ一応保温にするっていうので2台でずっと炊いてるっていう感じで。まあ5升は絶対炊くと思うんで、尖った料理やってるんで、万人受けするというかは誰かがハマってくれたらいいかなっていう感じなんで、だから味も濃いめですし。卵は使ってますかね。やっぱ味も全然変わります。そうですね。チャーシュー自体が味濃いんで、やっぱそこに卵負けないように卵の黄身の味が濃いやつにしますかね。追加でダブルにしたら1個ご飯のせたりするんで、そうするとやっぱみんなね、いい卵で食べるとこう卵かけご飯じゃないですけど目玉焼きご飯みたいな感じになって喜ばれると思う。曲がりされない状態っていうのは何屋さん？もつ鍋屋さんです。今はちょっとね、もつ鍋屋さんの方が休憩というかスタッフの関係でちょっと休んでて、夜は今イタリアンが入ってる感じですね。だから昼は定食や夜イタリアンっていうわけわからん店になってますけど、その前は何されてる？その前はここで働いてました。ここもともとカレー屋さんやったんで、スパイスサのバビルの塔っていうカレー屋さんで何年ぐらい働いてるんですかね。5年近く働いててっていう感じですかね。ずっとそこで店長やってたりとかして、で、閉まるってなったんでどうしたらいいかなってなって、曲がりがいいかなと思ったんで、前のここからちょっと離れてるんですけど、そこの店舗で曲がりスタートっていうのが大体2年前ぐらいですかね。2023年の5月ぐらいにスタートっていう感じですかね。で今2年ちょっと経ったっていう感じですね。カレー屋さんの時から実はチャーシューエッグって出してたんですよ、メニューとして出してて、で人気やったんで、じゃあまあチャーシューエッグ1本でやるのもまあいいのかなと思ったんで、フライパンさえあればと炊飯器あればできると思ってたんで、それがスタートしたきっかけですかね。ご自身で作っておられる？ああ、そうそう。ちょっとでもね、なんか皆さんの目に留まってくれたらいいなと思ったんで、みんながおっと思ってくれるような感じでアカウントは作ってる感じですよね。平日も週末も50食限定っていう感じですかね。そうですね。イベントとかやるとやっぱそれぐらいは70人80人ぐらい来るんで、
その時はもう50食じゃなくて全然2日で150食ぐらい用意してっていう感じなんで。こう前倒しに開けるとあんまり並ばないので、みんなねちょっとでも並ぶのとか待つのを短くできるのが一番いいと思う。トッピングとしては毛沢東スパイスとガーリックマヨネーズのトッピングが多分一番多いですかね。で目玉焼きダブルにするか、あとはライス大盛りにするか。ご飯大盛りだと大体400から450ぐらいで、ノーマルだと200から250ぐらいですかね。だから50食で、5升ぐらいと考えれば1人1合は食べてるぐらいの感覚ですね。だから多分大盛りの人もおって普通の人もおるんで、そのバランスでそんな感じなんで。じゃあお待たせです。はい。もちめさんどうしました？ノーマルですか？はい。ごめんなさい、お会計だけ先払いになってます。1400円と1200円ですね。
いらっしゃいませ。一応さん。そう、そちらの椅子座って待ってください。はい、じゃあ声かけます。愛知も2時からだって。でも決勝じゃなかったの？ただ単に目玉焼きこうバッてやっただけだとめっちゃ白身流れちゃうんで、それだとちょっと見栄えがかっこ悪いんで、だからこう形整えてっていう感じでやってるんだね。愛知からいや初めて来ました。はい、スタンダードでしたけど、はい、お腹いっぱいです。全く来たいです。今日何調べてこられたんですか？ TikTok 見てきました。めちゃめちゃ美味しかったです。どちらから来られたんですか？愛知から旅行で何ご注文されたんですか？ガリマヤと毛沢東スパイスホロホロで美味しかったです。
まあ、うちのチャーシューの特徴としては、なるべくこう分厚く切ってあげるっていうのと、ラーメンとしては二郎系のラーメンが好きなんで、なんかあのチャーシューでご飯食べれたらなっていうのがもともとスタートなんで、味付けもどっちかというとこう、醤油の味というかラーメンの返しみたいな味付けにしてて、で、胡椒も効いてるっていうのもああいう二郎系も胡椒効いてる感じなんで、そういう感じで僕のチャーシューエッグを作ってる感じですかね。でガリマヨとかもそれもやっぱ二郎系のラーメンにトッピングでガリマヨとかもあるので、合わないことは絶対ないので、もうスパイスはもう本当にどこのお店もあんまやってないのかなっていうオリジナルっていう感じだと思うんで、その辺はなんか自分の色を出せてるんかなと思いますね。下に引いてます。いやめちゃくちゃ美味しかったです。肉がめっちゃ柔らかくて、でなんかご飯の進む味がすごい美味しかったです。スパイスも本当になんか食欲がめちゃめちゃ湧いて、本当にご飯が止まんなかったです。ギリギリまでなかなか形保てないやつも中にはあるんで、どうしてもこう分厚いので、分厚くて硬かったらやっぱねしんどいんで、分厚いけど柔らかいっていうのがやっぱいいかなと思うんで、部位はもう豚バラしか使わないので、豚バラで柔らかく炊くっていう、簡単に言えばもうちょっと角煮っぽいというか、それをもう最後焼いちゃうっていう感じなんで。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ご注文されたのは一番普通のやつですか？思ったより量が多くて大盛りにしようか悩んでたんですけど、思ったより波でもボリューミーで美味しくいただきました。柔らかかったですね。箸で全部切れたんで、ちょうど胡椒がアクセントですごく美味しかった。何からどのトッピングでどうやって食べたら美味しいやろって考えながら食べるからあっという間になくなったかな。僕はからしとマヨネーズ混ぜて食べました。めっちゃいいっす。味ガツンときて美味しかったですね。ご飯めっちゃご飯めっちゃ多かったですね。もうなんか大盛り、もうなんか漫画盛りみたいな。それを食べきりました。食べきりましたね。余裕でした。案外ペロリでしたね。どこ食べてきた？朝4時に万年食ってる。お待たせです。全部食べて。もうこれかなば。はい、どうぞ。いますね。いつも一人ですもんね。大体ね。年後はなる2年丸2年オープン当初からね。その前にここで出してた味を覚えてて、でミート君が独立すんのやって、はあ、なくなったと思ったやつ食えるやんってなってからずっと、そこからめっちゃもうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。さすがに言ってると思うね。常に豚増しやねんから。結局醤油だれが一番うまい。この醤油だれが美味しいから全部トッピングがいけてると思ってるから、もう常にそれがなかったらご飯に合えへんと思う。
もうだからこれは50食以上食べて気づいたことお疲れ様です。でも大盛りね食べたいと思うんで、やっぱあんな山盛りご飯食べるっていうのがみんなね嬉しいと思うんで、ああやってビジュアルからちょっとでもこうテンション上がってくれたらいいなと思うんで、そんななんかもうバカ稼ぎしてるわけじゃないですけど、まあ奥さんと2人でご飯食べていけるぐらいはまあなんとか生活はできてるかなと思うんで、まあでもねずっと曲がりっていうわけにはいかないんで、いつかは自分の店舗をやるっていうしかもうね目標はないと思うんで、どの業態になるんかはまだわからないですけど、もしかしたらチャーシューやらないかもわからないですし、でもやっぱね今こうやって来てくれるお客さんもいっぱいおるので、どうにかこれを続けれるようにちょっと日々頑張ります。美味しいって言ってもらえるその一言のためにこうやってるんかなっていうのはあるんで、美味しかったりもうみんなああやってがっついてくれるのを見るとすごいこうやっててよかったなって思うので、そういうメニューを作ってるんでね、やっぱそうやってみんなが箸止まらずガツガツっと食べてくれることが一番の答えなんかなと思いますね。小学校1年生から4年生までお母さんがハヤシライス。あまりは一般的にはちょっと栄養価がカバンに私物を入れ替えるんですけど、友達が全部実況してくれました。今なんだよ。今ここあったよとか送ってくれて。ここ終わったよってのはもう目的で。お世話になってますのって。お店は創業何年になるんですか？僕もともとねここよっしゃ亭っていう名前で前のマスターおられて、はい、僕もともと魚屋で、はい、今も魚屋の部分残してるんやけど、はい、市場とかで会ったりして、もう好きやって、ほんでそのマスターから声かかって、はい、あとやってくれへんかみたいな営業権買うて、よっしゃ食堂に名前変えて今11年かな、20歳ぐらいからやってるから32年ぐらい。あ、もうずっと魚に。ずっと魚関係でおるんでね、友達魚屋ばっかり。あ、そうなんです。
手は抜いてないからね、ほんまにここいけすまうでしょ。
梅と缶と2人しかおれんから、お客さんもそれ期待してるから、それをガサガサに歯抜け状態で店並んでたら何もないやんみたいな言われたりもするし。だし巻きが一番人気なんですかね。そうやな。まあ単品ではやっぱり一番よう売れんちゃう。汁はいいですか？あさり汁。はい、あさりちょっとお待ちください。味噌汁はいいですか？あさりお待たせしました。ご飯おまり。はい。ご飯食べてください。何を食べられたんですか。今日はたらこの焼いたやつと、卵焼きとエビの天ぷらと米食べました。めっちゃうまかったです。よく来られてるんですか。夜勤終わりとかによく来ます。卵焼きですね。めっちゃでかいですよ。でかいですよね。めっちゃうまいです。昔からね、食料品関係の仕事って結構流行らすの難しい。浜あるし、山あるし、畑でも水なすとかもんよう取れますやんか。漁師が魚くれたりとか。もん知ってるし、旬のもん結構安く手に入るから。
卵、しらす、揚げ物のセット、魚、小皿 2品ぐらい、でビール、ハイボール、でも安かったで、これで3000なんぼやから。ご飯です。だけどうぞ。どのように感じられましたでしょうか。今日の感想をしたら、ぜひこちらまでお寄せください。メールの一級建築士の稲毛正信さんにメッセージをしています。人生には苦難、災難などいろいろななかなかね、仕事でこんな弁当やってるとこないんでね。税別3000円。よくいらっしゃってるんですか。そうやね、ちょくちょく来るな。学校の給食がない時はな。そうそう。行きたいって言うから。もうなんかちっちゃい時から食べ慣れてる味やから。そうそう、泉州の味みたいな。何が好き一番？卵焼きが一番好きやねんな。でも魚が大好きやから焼いた魚な。ご飯中食べたもんな。
ぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ごゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。で、焼きたてで。カレーうどんお願いします。赤魚です。西京焼き。はい。企画でこのくらいです。また。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。ご飯の方は。大盛り。はい。どこまで行くんやろうと思いながらこれまだ引きあるわ。はい。